はい、いらっしゃいませ。認知です。お願いします。ラーメンは、メインスープ、やっぱりトッピングはチャーシュー。少しずつの量でも種類がたくさんあった方がお客さん喜ぶ感じです。はい、いらっしゃいませ。チャーシューご飯1。麺のこのつるパツっとした感じの食感もすごくいいですし、全体がすごくまとまってて美味しいと思います。スープ作りと、メンマ味付けとネギを切るのと、あとチャーシューをカットしてセッティングしてお味噌オープンする感じ。前日夜に仕掛けて85度で、10時間ぐらい。真田丸と野戸屋コーチンの丸鶏と、あともみじと鶏ガラですかね。IH コーナーなんで夜通し、ガス火を使わないから、長時間、低温でスープを取ることができるっていう。こっちが鶏油なんですけど、チャーシュー用の、タレです。次チャーシューのタレで真空パックして、その後低温調理。チャーシューが完成するまで多分4日ぐらいかかる。焼いてから低温かけた方がお肉がしっかり仕上がるんで、それだと多分全て分かんないと思う。多分真ん中の方は火が入ってないんで、これが多分中心。これ昆布が入ってて、80度ぐらいしたら昆布揚げて、じゃあ普通。沸騰してから5時間ぐらいで、完成予定です。それまで蓋をしてます。大体90、そうですね、3、4度ぐらいでこう沸騰したらキープします。20分から30分ぐらい煮込みます。ちょっと待ちですね。ちょっと待ってね。ちょっと粗熱を取ってタッパーに移します。ただ下までも車
日陰まで車もう入れない。去年は遅くて、1月ぐらいから結構降るようになって期待できます。これは豚のももです。鮮浴を製麺屋さんに出して売ってもらってます。で味玉と特製両方に卵乗るので結構消費量はあります。
製脂肪中ライス少なめでお願いします。はい。の大盛り。はい。はい、いらっしゃいませ。これ両方卵かな。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。塩。油い。失礼いたします。特定塩サバのお客様。はい、いらっしゃいませ。いつもいっぱいで座れ。味玉。初めて今日座れました。はい。失礼します。特定繊維の鶏脂肪チキンです。ちょっと脇の気をつけてください。失礼いたします。特定塩サバのお客様。ラーメンは、メインスープ、やっぱりトッピングはチャーシュー。少しずつの量でも種類がたくさんあった方がお客さん喜ぶかな。次は3作れていいかな。3これ出して。そうです。お願いします。あ、こちらで。はい。大丈夫です。ぜひともお持ちください。はい、鶏絞りの大盛りが出ます。失礼します。味玉、鶏絞り付きの大盛りです。お願いします。スープお手に持ってください。はい、ざっとり。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。特製の鶏絞りつけそばお待たせします。特製1しぐれ煮に脂肪中鶏です。いらっしゃいませ。はい、お願いします。失礼いたします。特製の鶏絞りつけそばでございます。こちら鶏絞りつけそばです。失礼します。味玉鶏そばでございます。美味しいです。中華そばと、あと和牛しぐれ煮ご飯。中華そばと和牛しぐれ。はいはい、お願いしますはい。
カットします。チャーシューご飯1、鶏2丁。鶏ベースなんであっさりしてると思うんですけど、しっかりコクがあって、麺のこのつるパツっとした感じの食感もすごくいいですし、全体がすごくまとまってて美味しいと思います。いつもチャーシューご飯なんですけど、今日はちょっとしぐれがあったんで、しぐれの方頼んでみました。ありがとうございます。カットします。特製1。味玉中華そば、お待たせいたしました。準備よろしいですか？はい。沼るです。はい。お願いします。はい。お願いします。はい、つけそばよろしく。はい、いらっしゃいませ。はい、中華そばお待ち。ます。失礼いたします。はい、いらっしゃいませ。感じです。はい。おばあ様特製中華です。さあ。鶏そばでございます。ご飯4番様特製中華です。はい、お願いします。特製中華そばでございます。4番様しぐれ煮1、特製2。かけです。で、鶏そばでございます。これも美味しそう。で、中華そばでございます。ご注文お揃いでよろしいですか？はい、ごゆっくりどうぞ。ね。頼むと5種類のチャーシューが乗ります。失礼します。パジャマでございます。
替え玉ね。お皿買わなきゃだ。チッピングしてる。失礼します。お待たせしました。替え玉でございます。ごゆっくりどうぞ。はい、どうぞ。はい、お願いします。かけ中華そばの決算。はい、お待たせしお願いしました。ます。お待たせしました。卵入りです。します。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。追加です。はい、いらっしゃいませ。チャーシューご飯、白ご飯です。特製が缶かな。特製さんです。缶。はい。じゃあ。お願いします。はい、鶏そば上がりです。中華そばもこちら。はい、いいです。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、いらっしゃいませ。はいよ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。鶏そばでございます。すいません。ございます。では、お手でお気をつけください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。お盆お願いします。あ、今レンジアップした。特製1、チャーシューご飯1、中華。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、すみません、ありがとうございます。あ、どうもです。はいよ、お願いします。はい、ごきどうぞ。特製1、チャーシューご飯に丹中鶏塩です。はい。認知だよ。失礼いたします。鶏そばですね。お待たせしました。限定今日2つ食べに来ました。お願いします。ありがとうございます。はい、替え玉一丁ね。失礼いたします。お待たせしました。はい、おゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。はい、ごきどうぞ。ありがとうございました。
お願いします。まだ焼き上がってないですね。まだこれぐらいのチャーシューだれを今65度に温めてるので、最終的に中心温度を63度以上になるように加熱する。当時淡麗系って言ってあっさりしたラーメンって全然なくて、で自分がまあやるとしたらこってりしたラーメンで売りよりもあっさりした方で売りたいなと思って、キリンジっていうのはまあ将来有望なっていう意味もあるんで、その願いをかけそういう名前にいたしました。長く愛されるお店、まだ創業14年程度なんで、自分も来年50になるんで、引退した時に悔いがないような仕事をあと10年以上は続けようかな。ざっくりこれは油が出始めたら、そこから先は今度はチー油っていう鶏油を。あれ一人足りまか。今日もう寮に帰っちゃった。あだちゃらと不動産屋と。はい、ありがとう。気をつけて。ありがとうございます。君の椎茸。はい。あとはまあまあこれ本カレー。はい。朝ラー。自分の場合ターゲット決めてやっと思うんで、50、60の人、自分も昔たくさん食べたけど求めんくなるわな、脂くどいもんは。死ぬまで食べれるようなもんイメージして作っとるわけや。60、70もあった人でも美味しいってペロッと食べてったら嬉しいわな。もう死ぬまで仕事したいもんで、途中でみんな諦めとる人多分多いと思うんやけど、俺はもう最後まで人と声コミュニケーション取って死んでいきたいもんで、楽しみでしかないわな。辛い言うとられんもん。だから早く楽になりたいともやっぱ思った時、やっぱりろくなことないわな。仕事がなくなると。まあラーメンだけではないんやけど、やっぱ人とコミュニケーション取っとると大事やっちゃ。
常連さん、完全な常連さんおって、もう一回も休んだわけないんです。もう3年間ほんと土日や。それまでいろんなことしたらサラリーマンしとったよ。接客業が人と喋るのが好きやったもんで、やっぱ人の喜ぶ顔がいいな思っとる。でも大鍋でこれはなかなかさ、ネギでも切ろうがいほんならの。みんなトリミングした豚、肉磨きした豚ね、豚とガラと。であんまり濃いとやっぱりそこら辺の加減もあるんや。これにあとガラ入れて終わり。もう低温に戻す。今日何時から並ばれてるんですか？6時です。あ、そう。はい。めちゃくちゃ美味しい。急に恥ずかしくなりますねこれ。朝飯食べたいないう場所もあんまりないわけです。だからやっぱりラーメン屋さんあったらいいな感覚。3年が5年計画でもいいからずっとやってれば必ず芽が出るやろうな。手袋があるんですかね。昔大怪我してんなこれで。柄の鋭いあれで手切ってでもう修行に出るんやけどラーメンじゃないの、別のところだここはもう継がせる気一つもない。好きなことさせてでもったいないよるかもしれんけどもうこの代で終わっていいんやから。作家が好きで、フクロウの版画の、常にフクロウの得意な人がだるまになったもんで、まあとりあえず変わっとくから顔がいい。要は顔が好きでこうだもんで、ジードも全然読めんし、ある時京都から坊さん来て「いやマスターこれ意味わかるわか」いうのがなって怒るとか、ね、生意気とかよくするとか、これをやめてこういう意味でこういう名前につける。人は何言われも要は関係ないよって。後ろまで全部一緒。あれ一人足りんのかい？今日もう寮に帰っちゃって。あ、ほんなんや。14名様。奥全部使ってください。全部テーブルもすべて使ってください。はい。ご注文ございます。
なんちゃらと不動産屋とリアル大丈夫。スープが美味しいからね。朝の方はローストしてあるチャーシューに乗ってますから美味しいですね。はい。ありがとうございますはい、ありがとう。あと7です。朝から失礼いたします。よく来ましたね。直近のああいうのとかをなんかバックしてくれたり、こういつも教えてくれるみたいな。だしの甘みが感じる体に良さそうな味がしました。はい、ありがとう。気をつけて。ありがとうございます。お気をつけて。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。よいしょ。いらっしゃいませ。一番奥空いております。どうぞ。道中気をつけてね。ありがとう。うん。お気をつけて。ありがとうね、早い時間から。すいません。お気をつけて。ありがとうございます。お味どうでした？素晴らしかったですね。今日関西から旅行で来られたんですか？昨日来てて、何年か前寄らせてもらって、その時普通に昼食べてうまかったんで、で朝やってるという噂を聞いたんで寄らせてもらったんです。和風ラーメンを失礼しました。
5月か6月じゃないですかね、去年の。まだ1年経ってないです。 1年経ってない。これはでも食べてほしいな。お待たせしました。本当ありがたいわ。楽しんで仕事できて。昔10人が20人、20人が30人になった時やっぱり楽しかったな。いつか絶対流行る自信はあったから。手抜かんと材料黙かさんと。これ黒醤油の返しね。もうチャーシューにいただけの。若い子やとこの油使ったらめっちゃ美味しいわ。俺で使わんけど。これまあ豚の要は肉磨きした肉とガラ麺それだけで十分出し取れる。その次1名様、その次は2名様、その次1名様、その次は2名様で、すいません、もうしばらくお待ちください。
朝美味しいですよ。味玉も割らない。味玉も割らない。はい。じゃあ次言い直します。煮干し1、白1、黒2。はい。煮干しラーメンのトッピングになります。ありがとう、どうも。ごめんなさい。ごちそうさまです。煮干しラーメンです。黒醤油の味玉のライス。ライスです。麺は細め。味玉も笑いやつで。あ、味玉も割らない。はい。どうなんでしょう。日曜日。そうですよね。その時の時までもやるように。はい。ありがとうございました。ごちそうさまでした。白が1、黒が1で、白と黒は玉ねぎとネギと抜いてください。はい。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいです。あんま日々回ってこないけどな。楽しいとこあんまない。足湯ぐらいか。どっち気をつけて。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。1名様で、その次何名様ですか？5名様。で2名様こちら、カウンターの奥、どうぞ。いらっしゃいませ。さあ確認しますね。煮干しラーメン5つと味玉1つ、ライス1つで、1つの玉ねぎ抜きとネギ抜きでよろしいですか？はい。今日良かったです。良かったです。やっていただいて。中に入れないで食べる方が好き。数は？最初スープ飲んで、徐々に具材入れてって感じです。煮干し1、白1、黒1、味玉にバラのり2でお願いします。煮干しラーメンで。こっち
です。ありがとうございます。結構長引きました。お先の皆様、テーブルの席、どうぞ。で、次1名さん。白醤油です。どうぞ。はい、いただきます。ごちそうさまです。どうぞ。すすった瞬間、すごい煮干しの風味が口に広がって、めちゃくちゃ美味しかったです。お願いいたします。いらっしゃいませ。3名様、真ん中のテーブルの席、どうぞ。これで決まりました。煮干しがさ、白い位置でお願いします。本当にその8年前でも誰も富山県に戻らんだわな。あ、そうなんですね。定価水面なんか。様です。煮干しラーメンです。どうですか、久しぶりに来てお味は。素晴らしい。旅の目的の一つはここやから、最高だ。早い時間からありがとうございます。ありがとうございました。平日学校あるので、休日だけ家の手伝いで。すいません、お願いします。あ、今習ったばっかりです。あ、そうなんですね。すみません。ラッキー、ラッキー。すいません、お待ちどうさまです。どうぞ。煮干しラーメンと白でよろしいですか。はい。ございます。どうぞ。美味しいです。これと違って。ありがとう、長い時間。すみません。ようこそ。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。どっか止まるの？これ。君に？気をつけて。ありがとう。ありがとう。これ3時間茹でて2時間漬け込み。お待たせしました。すみません、今日は一日ありがとうございました。とんでもない。気をつけて。はい、また。あれ出した。どうも、お待たせしました。美味しい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。煮干し鶏。うまいっす。
麺作るのはちょっと大山鶏の鶏ガラですね。一匹丸々入れてます。ここずっとラーメン屋ですね。7年ぐらいいろいろ教わってまあ独立したっていうのは豚ちゃん。一緒に昆布もこの昆布の旨味が出るのでこれで1時間キープしてるんですよやったらどんどんずしをしてきます。うちの定番の塩の細麺なんで柔らかい麺というか滑らかな麺を目指して夜もやれば多分僕仕込みが追いつかないなと思って匂いだけでちょっとやってみたいなと思うラーメンをやっていこうかなって。名前の由来って何かあるんですか？その塩ラーメンにこだわりたいっていうのもあったし、手塩にかけるっていう。なるほど。これもうちょっといったらもっといい。で鶏のスープは一回取って冷却して次の日に使う。当日のスープの方が
よりフレッシュ感を感じるんですけど、あえて寝かして油も取って表面に香りとつけただけなんで、今から実際に低温調理丼用に塩だれの準備をもうのうちに戻しとこうかな。って感じですね。よいしょ。小さいお子さんが飲んでるのを見るとよかったと思いますね。もうちょっと出るんですけどね。煮干しと鶏醤に関してはフレッシュな今日できたやつを、塩ラーメンはこの鶏と煮干しのダブルスープなんで、今日出るであろうスープをもう今のうちに泡取る。よいしょ。うちのラーメン全部鶏胸チャーシュー入ってるんですよ。で
蒸してます。やったらやってないんですけどね。それによるね。頑張っていきましょう。お願いします。卵です。ありがとうございます。
ありがとうございます。お待たせしました。結構人気で、いらっしゃいませ。結構オーダー入ります。ありがとうございます。お待たせしました。美味しい。どうも、おはようございます。皮のツルツルも味わってほしいと思う。長めにカットして。はーい。テーブルに。いらっしゃいませ。煮干し鶏白湯ラーメンです。お待たせいたしました。うまいっす。めっちゃ美味しいっす。お待たせしました。はい。はい、置きますね。めちゃくちゃうまいっす。
ワンタン定食ラーメンの大盛りのお客様。はい。あと別皿で乗れるいいのは乗っていいの質問します。はい。鶏醤油で細麺で。あそこいいんじゃない？無添加ないよね。107番さん。はい。お待たせしました。煮干し醤油ラーメンの大盛りです。どれぐらいのペースで来られるんですかね。月1回ぐらいですかね。いつも同じ。いろいろ頼みますね。お待たせいたしました。こっちもいるんですか、皿入りでしたか。会話でなかった。ある？ワンタン手塩ラーメンです。じゃあ今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。鶏白湯でここから今ミンチ入れて澄ましていくっていう感じ。これがもう完成形、澄ました後のやつです。20キロ
小骨が20キロ、柄が20キロ、もみじが10キロで50キロか。骨20キロにもみじ10キロですからね。紹介されてるところはもっとあるかもしれない。あと氷見産の煮干しです。氷見産の煮干しはやっぱりいいなと。冷凍にはしてないね。動画で見とって子が増えていくというか、やっていて。あんまりマジかよ。砂糖は普通に使うんで、70度なるまで回すながらっていう感じですかね。ミンチに余分な濁りの部分吸収させて透明にしていく。70度以上になっちゃうと、濁りが取れないというか、白湯のままになってしまうので、昨日仕込んでおいた煮干し、香り良くしたいんで、煮干しは前の余りのスープで沸騰させて、メインの方は80度以上しないいう形で、昆布は事前に取ってある。さっきの粉々にしたやつを、ここで初めて沸騰させて、前日から80度で沸騰させんとやってる。最終的にもう一回こする。肩ロースープ。さっきのバラ肉ですけど、レアチャーシュー用です。ブライン液、塩と砂糖の水でつけながら2日間解凍させて、今実は米もらっとったの。
でやってますけど、あんまり吊るし焼きですね。香ばしい香りもやっぱつくというか、また醤油さんの方でブレンドしてもらってるやつ、あと醤油、これが白醤油ですね。うちの中で同じく畑醤油さんからいただいてはいるんですけど、バタバタしてるんで、水が垂れてます。決まってからホテルが建つ話が聞いてラッキーって思いながらも、いざオープンしたら本当に見えない状態で、過ぎるぐらいに白醤油、少しお客様に高評価得られたので、やっとお客様が入るようになったり。せっかくなら安くなればいい。これが豚バラ肉を巻いたこれがどのラーメンにもついてる。捨てられた頃は番手は20番の同じ太さですけど、煮干しには加水遊んどるもんで、よかったら YouTuber さんのお話聞かせて。
どうぞ。お客様お待たせしてます。こちら特製します。ございます。ご注文お待たせ。すみません、お待たせしております。特製煮干しです。こちらまでお待たせしました。こちらもご応募してます。ありがとうございます。ぜひどうぞ。いや、初めてお味めっちゃ美味しいです。お名前から失礼します。特製煮干しおむすびになります。ありがとうございます。ありがとうございます。特製中華そばで白醤油ですね。スープがアクセントになってて美味しいです。お待たせします。すみません、毎回失礼します。白醤油の大盛りになります。
授業終わるから冷やし中華食べないだんだん知れ渡って12時前に来れば大丈夫だ。糸賞みたいな糸賞みたいなことは前のお店にいらした時から私ファンで、ずっと彼のラーメンの味が好きで、たくさんの人に食べてもらえたら本当に美味しいラーメンなんでファンとしてもいいし、全部好きなんだけど私は煮干しです。食べ終わる頃にまた食べたくなる。そうです。はい、ありがとうございます。おります。冷やし中華大盛り卵トッピングのお客様。もう一人様。はい、こちらで。そちらすりごまついてます。お好みでお使いください。冷やし中華の概念が変わってる。はい。卵増しです。お願いします。卵増しします。200杯いかんぐらいで。はい。美味しかったです。美味しかったね。あっさりともしとってね。でもね、あっさりだけど自分スープ普段飲まないんですけど、ついつい飲んでしまう。確かに美味しかったね。またこんなんで。また。すごい煮干し。
めちゃめちゃ美味しいです。チャーシューがないんで焼き豚に申し訳ない。お待たせいたしました。普通の中華そばです。ラーメンやるのまだ道がない。こちらこそありがとうございます。高校時代から来てるんですよ。チャーシューの味はやっぱり最高でしたね。味ずっと変わらず美味しいです。ありがとうございました。はい。大盛り本当ボリュームあって超満腹、満足度グッドです。どうもありがとうございました。今日まではもうこれ2回。これは今日の朝から越後もち豚のもも肉ですね。
まあチャーシュー麺に使うチャーシューなんですね。うちは全てがおすすめなんですけれども、チャーシュー麺、焼きそば、夏の暑い時も担々麺、辛いやつを食べる人もいますし、まあチャーシュー麺は出ます、メインになっちゃったみたいだけれども、おすすめはもう全てのメニューがおすすめなんですよね。初めはね、駅前の方で刈り屋でやってたんです。そこを7年半やりまして、でこちらの方が実家なので、実家をまあ壊してこう建てて、昭和56年にこちらに移ってきたんですね。小さい子供さんからお年寄りまで客層は広い。それと市内のお客さんをはじめとしまして県外のお客様が、非常に多いと思ってるんですよね。これ担々麺の上に乗せる具ですね。3日熟成させるんですよね。ただ今もう麺が全然なくて2回打ちしたい。ここからもう普通ここに3つ4つ並ぶんです、この1日分が。6年にこの4月にこの建物ができて、まあ末にオープンしたんですよね。だからもうかなりですね。で流れてきたのをここでもう一回手もみをしちゃうんです。手もみラーメンってよく聞いたことないかな。ラーメンをこうやって揉むんじゃないんですよね。こうするとやっぱし本当にこれが手もみ、ラーメンの手もみなんですよね。そしてまあ測った測りの上に入れたのをこういうふうに入れると。そしてこれは4点大体5キロ。まあ私の考えでは麺はやっぱ泳がしてやらないとダメだ。狭いどこでこうやってやってもなかなかうまくはいかないんじゃないかなと。だから例えば5人前入れちゃう。もう一個ずつこの揚げざるで、昔風な揚げざるで取って入れてると。製麺だからまあサービスできるというふうなことでか水を使っていないんです。体に優しいヘルシーな麺を、目指していると。ただそういうふうな利点もありますけど欠点もあるというのは、要は出前には向いていない。やはり伸びが早いですし、悪い皮はそれを
どうもありがとうございました。これ4番から1つ。4番。失礼します。ありがとうございます。先に食べていい？いいよ、いただきます。10分に取るからして美味しい。すごく美味しかったです。美味しかったね。美味しかった。美味しかった。美味しかった。もう一度ここで揉んでやるというふうな。さあこれ。チャーシューつけ麺。今麺が上がります。つけ麺で40年代ずっとつけ麺だけで40年間脂っこくないしそんなにしょっぱくないしというここに来ると黙って座るともうつけ麺が出てくる注文してくるどうもどうもありがとうございました。これ前の。かれこれ40年前からずっと通ってるんで、もう味ずっと変わらず美味しいです。もうあっさりしてるんだけど、なんかもうほんと癖になるもんねこれね。そう、このために今日は田舎に帰ってきました。
美味しかったです。あっさりしてて、いろんなところラーメン屋さん行ってるけど、すごく美味しくて、チャーシューが柔らかくて、すごい食べやすかったです。チャーハンも食べたんですけど、チャーハンも美味しかったですね。これだ。これ。美味しいです。なんか味噌食べてるんですけれども、本来のなんか味噌の味を楽しんでできるんで美味しいです。はい、こちら上がります。ありがとうございました。はい。すみません、チャーシュー大盛り。すみません。はい、じゃあ上がってます。
小網さんです。ありがとうございました。とても美味しかったです。よく来られるんですか？いや、そんなに来ません。東京から今日来ましたんで、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。餃子何番ですか？どうもありがとうございました。かのちゃん、スープの前出します。味噌チャーシュー。すいません、置きます。すいません。いらっしゃいませ。
4番チャーシュー麺。ごめん、かおちゃんごめん。これあと。これ。こちらのチャーシュー麺。はい。お待たせします。大盛り。これ焼きそば見てください。すみません、お疲れ様です。これから大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、さあこっち。あ、これ焼きそば。あ、すき焼き。さあ、スープで。うまいね。美味しいですね、本当に。あっさりしてて、岩のりのね、旨味がしっかり感じられて、大盛り、本当ボリュームあって、超満腹、満足度、グッドです。美味しかったです。チャーシュー麺が一番美味しいかな。高校時代から来てるんですよ。で、社会人になって、この間30年後にやってきたんですけども、
ぱりチャーシュー麺の味はやっぱり最高でしたね。これ一体げんこつは唐辛は沈んじゃう。これ煮卵って嫌い？あ、どうぞ。はい、どうぞ。失礼します。豚の骨と背脂とひね鶏っていうのは老人の老に鶏って書いてひね鶏ってこの方が出汁でスープが濁らないんです。とことん強火で濁らないようにアクを取るとやっぱりいい出汁取れるんですよ。チャーシュー用の焼き豚、チャーシュー麺用の。パッと見て違いが分かるんですか？場所によって違うから、マグロみたいに豚も頭もあれば腹もあるし背中もあるし、場所によって肉の硬さが違う。マグロでいうたら大トロに当たる部分やから、どうしても最初からもう量が少ない。その中でもやっぱり油の入り方が悪かったりね、赤身の入り方が悪いやつは避けていくから、なおさら減っていくんですよ。だから当然こういう肉と全然肉の質違うでしょ。これはラーメン用、こっちはチャーシュー麺用。まあ食べると分かる。
そういうところをへたんこは切ってチャーハンの中に、うちのチャーハン焼き豚だらけです。前の日に残したスープ、このスープと今朝作ったスープを割ってお客さんに提供。そうしないところは朝一コクの少ないスープになるんですよ。だから前の日に少し残しておいて、これ2時間ほど蒸しながら煮るみたいな。醤油は醤油と返しは一緒です。スープがダブルスープになるんです。これとそっちのスープを割って出す。昆布、かつお、あごだし、ウルネと片串か。魚介系のスープですね。あっさりします。でも最近すごく人気あります。これは若鶏で出汁を取って、それでそちらのスープで割って出す。これも最近人気でいますね。熱くしなきゃいけないじゃないですか。ああ、で家でかき氷こうやって
初めて来たんですけど、実は前からちょっと来てみたいなと思ってて、すぐそこで仕事があったので、ここぞとばかりちょっと来てみました。すごい柔らかくて美味しいですね。ちょっとまだ麺食べてないんですけど。美味しいです。今日はチャーシュー麺は何人前ぐらいで終わりそうなんですか？あと15ぐらいかな。土日です20にはあるけど。チャーシュー麺ありますか？ありますよ。チャーシュー麺大盛りで。大盛りで。はい。はい、小上がり。とんかつ定食で。
月1、2ぐらいですけど、まあちょこちょこ来てます。やっぱ圧倒的チャーシュー麺僕は限定で本当ない時もあれば、あってももうすぐなくなっちゃうんで、はい、終わり。はい、塩ラーメン。はい。いいタイミングで来た。いいタイミングで来たな。少なくても月に2回ぐらい来たいな思ってやってるんで、まあマスターの人柄もあるし、何言うてもうまいわ、正統派って言えば、あとチャーシューが、そういうところがね。はい、ありがとうございます。ホワイト。はい、上がり。
で今から金沢行って直してくる今回。ありがとうございました。ご苦労様でした。2代目中華そば大盛りです。煮卵。美味しい。2時間ぐらい煮込んでるのと、あと、ラーメンの味に邪魔しない程度の味付けです。他は多分大体2種類とか、多くて3種類ぐらいだと思うんですけど、6種類使ってるんで、太さがそれぞれ違いますね。それによってその茹で加減ももちろん変わってくるんですけど、結局食べるのはやっぱ麺ですから、そこはやっぱ妥協できないなっていう。好きなこと仕事にした方がいいだろうなと思ってチャレンジしてみました。つけ麺とか混ぜそば用の太麺です。背脂と甘い醤油って言うんですけど、それに合わせる細麺です。醤油豚骨ラーメンとか、味噌ラーメンとかに合わせる中太麺です。二郎系のラーメン最近作って、これで縮らせるんですけど、甘い醤油中華そばで使ってるストレートに近いんですけど、手もみして縮らせて使ってます。九州から取り寄せてる細麺、この中で一番早いです。茹で時間が短いですね。
醤油とかに使う、チンタンスープと、あとここに鶏白湯スープが。お願いします。大盛りと背脂たまり醤油の煮卵入り。腹肉味噌ラーメン食べてました。美味しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お好きな席どうぞ。ありがとうございました。お待たせしました。はい。2代目中華そば大盛りでメンマトッピングになります。2代目中華そばです。
します。お願いします。一番です。お願いします。お願いします。ありがとうございました。失礼します。お待たせしました。手まり醤油中華そばメンマトッピングのお客様。こちらが魚介味噌ラーメンですね。お待たせしました。ありがとうございます。しました。たまり醤油中華そばです。ご注文のお皿いですか。失礼します。お願いします。皆さんお待たせしました。たまり醤油中華そば煮卵入りです。注文はお揃いですか。入ります。ありがとうございます。ありがとうございます。
した。いらっしゃいませ。何名様でしょうか。好きな席どうぞ。麺いける？ご注文の品お揃いです。失礼します。できました。塩ラーメンです。聞いた方がいいかも。
米だけはこだわり持ってるんだわ。福岡町の市場の深海を使ってるから、農家契約をしてるから。こんな感じ。こうやって下味つけて片栗粉入れてやれば味の馴染みがいいんだよね。であとはもうこうやって準備しておくことによって来てからでもすぐ作れるから肉がくっつかない。毎日変わる。大体月曜日から金曜日まで大体順番にこうやっていくんだけど、常連のお客さんが多いから毎日同じものっていうのはね、焼かないんだよね。あんまりないからお客さんが早く上がればいいかな。霧吹きなどで濡らした状態で使ってください。2回たったの10分。お客様間違いのないようお願いいたします。以上の撮影でした。すごいなんか手と姿勢がぐっと整って筋肉が出た状態。一つ入れとくよ。もう一つ作ってもらう。中華組合で、それなりに貢献した人に当たるんだわ。9度で熱くなるそう
富山の6月7月って梅雨で蒸し暑いでしょ、食欲が出るように食べれるようにオカソースのカレー味のソースに変えて食べれるようにやったのがうちの定番になっちゃったのよ。すいません。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。中型のセット。テーブルが広東麺。はい。はい、どうぞな。広東麺と餃子。中華カレー
ね、広東麺。広東麺。はい。最近よく来ますね。今月3回目です。うますぎるんで。なんなんや。はい、どうぞ。はい。はい。チャーハンと半ラーメンと、はい、一つお願いします。いろんな具合だ。はい、どうぞ。
ポリタンチキンのスープ餃子が。ありがとうございました。
まりの部分やってないと思う。チャーハン。はいどうも。はいどうぞ。はいどうぞ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい。
はい、ありがとうございました。ラムなくまだ月4回もないとかそんなもんか。俺はこの麻婆丼は本当は好きなんやけど、この間食べたから今日はちょっと食べたからな。今撮っとったん？あ、いやーもうちょっとつまこれ昨日今回何十円単位でやるとこっちも出さなくちゃいけないし。これ隠し味なんですよ。スープだけだったらちょっと味が出ないから魚介系の粉末を入れてちょっとコクを出してる。
ございました。本当にご苦労様です。ご苦労様です。